こんにちは、アンナスです。今日は、図案が綺麗に写らないっていう質問を前にいただいたので、その話を綺麗に写す方法をちょっと説明したいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、図案を写す話なんですけど、綺麗に写したい、皆さん綺麗に写したいと思っているんですが、基本的にはチャコペーパーで私は写してます。で、写しにくいものとか、なんかいろいろ伸縮性があったりするものはこのスマプリを使っているんですけど、まずスマプリで写すとめちゃくちゃ綺麗に写せます。ただ最後水に溶かす、お湯で溶かすと綺麗に落ちるんですけど、水で溶かすのがめんどくさくて、私の場合はスマプリでしかも図案写しにくいものに関してはスマプリなんですけど、できるだけチャコペーパーを使いたい派です。だけどスマプリを使って写さないともうすごい刺繍やりづらいって、もうこれがないと刺繍したくないっていうぐらいのレベルの人とかもいるので、それは人それぞれなので、ただ綺麗に写せるのはやっぱスマプリですね。でちょっと今これ写したものなんですけど、これぐらいのレベルで写っちゃうんですよ。だからやっぱ線が細いので、あときっちり写せるっていうので、これは、ファンボックスって言って私がやっている会員制のサイトの中にある図案なんですが、そうなんです。で、スマプリもう難しい、綺麗に写したい人はスマプリで、究極めちゃくちゃ綺麗に写せるっていうのはこれ書いてないんですけど、これ前のスマプリの商品はプリンターで印刷できますよって書いてたんですね。これ A4 サイズなんですけど、家庭用のプリンターでおすすめされてません。コスモはそれは書いてないです。プリンターでやってくださいとは一切書いてないんですけど、私は個人的にプリンターに用紙のところにこれセットして、でコピーするやつをこう入れて、それで家庭用のやつでコピーするとめちゃくちゃ綺麗に写ります。で何がいいかっていうと、このインクジェットプリンターが刺してる時に刺繍糸とか布にインクがつかないんですね。でペンで描くんですよ、基本的には。こう写して、でもったいないから結構端っこの方で描いたりとかするんですけど、描いてでカットして使うんですけど、インクジェットプリンターだと全然そのインクのあれがにじまないのですごい綺麗に刺せるし、特に大きな図案とかだとなんかね歪むじゃないですか。それが歪まないので、もう一発でバシッて綺麗に写るからすごい綺麗に写せます。ただコスモはプリンター使いましょうとは一切書いてないんで、私が個人的にいいなと思って、これちょっともったいないけどどういう風になるかっていうのでプリントアウトしていました。この図案を家庭用のプリンターでコピーしただけなんですけど、だからあとこれ切ってここでも布にベタって貼っちゃえばすごい綺麗にさせます。なのですごい綺麗に図案を写したい方はもうスマプリおすすめです。それ以外のものだと、あと私使ったことないんですけど、ムーンベールでしたっけ、なんかいろいろあるんですよ。いろいろあるんですけど、究極このスマプリが一番いいかなと思います。ただね、ものによっていいとこと悪いところがあるから、スマプリはなんかちょっとあったかいところに置いとくとベタベタしちゃうとか、なんかいろいろね、インクがペンで書くとインクがついちゃうとかで、あとちょっと単価は高いですよね。チャコペーパーの方がやっぱ若干安いっていう感じはありますね。で、スマプリちょっと高いからチャコペーパーで写したいっていう方がいらっしゃると思うんで、一応チャコペーパーで上手に写す方法も説明します。
チャコペーパー中ねこうなってるんです。これはクロバーのチャコピーなので、チャコペーパーによっていろいろあるんですけど、私はもうこれが刺繍の場合もこれは完全におすすめです。他のやつはなんか落ちにくいんですよね。その代わり消えにくいので、長い間刺繍ずっとね対策する場合、これだとやっぱり自然にちょっとずつ消えていくんで、こう開けるとこう3枚入ってるんですけど、自分が刺繍したいサイズ、例えば対策とかだとこれぐらいかな。切って使います。これぐらいかな。もったいないんですけど、何でもそうですよね。刺繍糸も最後あとちょっとだけど頑張って刺繍したらこれいけるかなみたいなして刺繍したら雑になるじゃないですか。それと一緒でチャコペーパーもやっぱケチるとちっちゃいのなんかこう私結構何回もこう並べ直しながらちょっとずつこう写していくっていうことが多いんですが、それやると歪みやすいので、ケチらないことですね。で例えばこうやって図案写しますよね。で図案のサイズチャコピーを用意して、でこれに通ってこうセッティングします。でこの時にちゃんと待ち針で留めてください。で、だいたいちっちゃい図案とかだったら2箇所留めて、1箇所は絶対ダメです。1箇所だと絶対動くので2箇所は絶対必要、最低限。2個だと動きにくい。だけどやっぱ布がちょっと伸縮性があったりすると、こうやってペラペラしてる間に斜めに力が入ったりとかして図案が歪んだりするんで、ちょっとずつちっちゃいのをこうずらしてやっていくと途中まで書いて、でペラってやって動かしてもう一回続き書くと歪むんですよね。ってことはもう全部このサイズのチャコペーパーを切って、で下も留める。できれば3箇所で途中でちょっとこっそり写ってるかなって見るのが一番いいんですけど、もうめちゃくちゃちゃんとやりたい場合は4箇所待ち針打っていいと思います。でこれでもう完全に固定した状態でペンで写します。これトレーサーなんですけどボールペンでもいいです。でボールペンのいいところは、ボールペン細いやつ使ってくださいね。結構先が太いのあるじゃないですか。あれ写りにくいんで、ボールペンでこうやって書くと、これ今赤ペンなんですけどどこ書いたかわかるんですよね。これがトレーサーだと結構写し忘れがあって、で対策なんか写している時にどこ写したっけと思ってこうやってこっそり見ようと思ってもちょっと見えないしみたいなのがあるんで、色がついてる。でコピーが黒とかだったらちょっと赤とか違う色で書くと分かりやすいんで、これで写すっていうのは割とボールペンでもいいかなと思います。っていう感じで、対策としてはどうしてもチャコペーパーで綺麗に写したいっていう方はチャコペーパーをケチらない、もう大きいサイズ用意する。で待ち針はたくさん打っておくっていうのがベストです。でもスマプリでやってもいいかなっていう方はスマプリを買っていただいて、そんなに
なんだろう、刺繍いっぱいいっぱいやる人もいるか。でも対策1個作るのに結構ね、何ヶ月もかけて刺したりする人もいるので、そういう場合はもう思い切ってスマプリを買っていただいて、印刷するなり手で一生懸命写すなりして、印刷は推奨されてないですよ何回も言いますけど。なのでそういう感じでいろいろやっていただくといいのかなと思います。というわけで皆さん図案頑張って写してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。